こんにちは、ノマドナチャンネルです。今クアラルンプールの、国際空港ターミナル2にいます。これからスリランカの首都コロンボに向かいたいと思います。ということで着席しました。飛行機はエアアジア AK45 便のコロンボ行きです。コロンボが見えてきました。緑が多いです。天気はちょっと曇ってるみたいです。はい、コロンボの空港に着きました。これからエミグレです。着いた瞬間からかなり暑かったです。無事入国しました。エミグレ秒で終わりました。誰も並んでませんでした。空港がやたらウーバー推しということで空港の外に出ました。空港の外に出ちゃうと ATM がない。あそこにあった。無事了解できました。とりあえず2万ルピア下ろしました。空港の外に出たらこの人の量凄まじい。空港から横に歩いてきたところがウーバーの待ち合わせポイントみたいなので、ここでドライバーを待ちます。とりあえずウーバーの運転手と合流できたので、これから街に向かいます。はい、ウーバー降りました。料金は4200ルピーということで、日本円でだいたい2000円とちょっとぐらいでした。ちょっと高く聞こえるかもしれないですが、空港から1時間ぐらい乗ってこの値段なので、実際かなり安いと思います。ということでレストランの目の前で降ろしてもらったんで、とりあえずお腹空いたんでこの店でカレー食べたいと思います。めちゃくちゃたくさん種類があります。バナナの葉っぱが用意されました。料理が来ました。この量、多分一人で食べきれないと思うぐらいの米の量と、拳よりでかいチキン。多分この米をこっちによそって食べるのが正解なんだと思います。これはじゃがいもかな、なんだろう、卵でした。改めて見るとこのすごいボリューム。このチキンをなんかマサラチキンっていう風に言ってました。多分何かのスパイスに漬け込んだチキン。めちゃくちゃ味が染み込んでて美味しい。ライスはチキンビリヤニ。こっちのライスにもチキンの出汁が染み込んでて、ちゃんと味のするご飯。これだけでも全然主役になれる。こんな細長いコールドタオルくれました。見た目キュウリみたい。こっちの付け合わせはちょっと味が謎なので食べてみたいと思います。辛い。グリーンピースの付け合わせ。これは豆の味がするスープ。美味しいです。この玉ねぎを入れて食べると、この玉ねぎ自体にちょっと味がついてて、あとちょっと辛みがあって、ビリヤニの味がもっと引き立ちます。いや、めちゃくちゃいいレストランでした。しかも店員さんがめちゃくちゃ親切です。お腹いっぱいになったので、これから駅の方に向かいたいと思います。なんかウーバーでトゥクトゥク呼べるようなので、これで呼んでみたいと思います。トゥクトゥクに乗りました。いや、エアコンないけど走ってると風が通ってきてとっても気持ちいいです。普通に乗ろうとすると多分価格の交渉とかが必要になるんですけど、ウーバーで呼べばそれはいらないので、結構乗りやすいのかなというふうに思います。そして中は謎にフェラーリ柄で統一されてます。ここだけ切り取ると特になんか全然アジアの国っていう感じがしないですね。
トゥクトゥクのドライバーの人めちゃくちゃ親切で、道中これは何だとかあれはどうだとかいういろいろ説明をしてくれました。でこれからシギリアに行くって言ったらこのトゥクトゥクで一緒に行こうぜというふうに言われたんですけど、200キロあるので多分5時間ぐらいかかるというふうに言われました。ということでここがコロンボの主要の駅、コロンボフォートステーションです。スリランカってもともとイギリスの植民地だったので、当時はセイロンというふうに言われてたわけですけども、なんとなくこの駅の感じも多分昔のままがそのまま残されている感じなのかなというふうに思います。このデザイン結構僕は好きです。よくわかんないんですけど、とりあえずチケットは手に入れました。多分途中で乗り換えが必要になるんだと思いますが、そこは乗ったとこ勝負で頑張りたいと思います。とりあえずプラットフォーム3に行けって言われたので向かいたいと思います。めちゃくちゃ歴史を感じるプラットフォームです。素晴らしい。とりあえず途中駅まではセカンドクラスで350ルピー。車内はものすごくレトロ感のある趣深い内装になってます。いいね。セカンドクラスだと車内にファンがついてます。ファーストクラスだとこれが冷房になるようです。12時45分、帝国に出発しました。それにしてもとんでもない揺れととんでもない音がする電車です。これもこれで旅感があってとてもいいと思います。なんかここは学生街っぽいですね。隣の席に座ってた学生の方もここで降りていきました。目的地に到着したんですが、このプラットフォーム低すぎませんか？かなり高いところから飛び降りる感じで降りました。季節的な問題からなのか、エアコンがなくても結構風が入ってきて涼しかったです。いや、この村外れ感、旅してる感じがあってとってもいいです。であとここから数分のところにバスターミナルがあるみたいなので、そこに歩いて移動します。多分この前に歩いている人たちもみんな同じところに行くんだと思います。こんなところに日本語のレッスンがある。本当かな？なんかあの辺にバスがたくさん止まってるんですが、多分あそこら辺かな。ダンブライル行きはこれだよっていう風に言われて、とりあえずバスに飛び乗りましたが、最初立ち席だったんですけども、座ってたおじさんが席を譲ってくれました。めちゃくちゃ優しいです。料金回収に来ました。料金はダンブラまで300ルピー。さっきのバス停で結構人が降りて、ようやくバスの全貌が明らかになりました。車内はこんな感じ。そしてノンストップでローカルミュージックがかかっています。ということでダンブラに着きました。バス乗ってから2時間弱ぐらいで着いたかなと思います。でここからシギリアまでもう一回バスかなんかに乗らないといけないので、ちょっとその足を探したいと思います。お店の人に聞いたらこっちの方にバス停があるみたいなので、ちょっとそのバス停を目指したいと思います。ちなみにトゥクトゥクだといいねで片道2000ルピーだそうです。とりあえずバスに乗り込みました。値段は200というふうに言われました。今回のバスの内装はなんとなく神秘的なキリスト教感のあふれる内装になっています。はい、バス降りました。ここがシギリアです。自己申告制で降りるタイプのバスだったので、常に Google マップがあると便利かなというふうに思いました。ここからホテルまで多分歩いてすぐだと思うので、そちらに向かいたいと思います。なんか道端に結構レストランとかあるので、食事には全然困らなそうな印象を受けました。そして向こう側にうっすら見えているのがここの名物シギリアロックです。
今日の宿がこちら、ランカプラヘリテージです。受付には犬が2匹。ということで部屋に入りました。こちらが今日の部屋です。ベッドは無駄に天蓋仕様。ちょっと蚊が多いんで、機能的にはこちらの方がありがたいです。で、こちらに水が2本用意されてて、冷蔵庫もあります。バスルームはこんな感じで、至って普通の作りです。ちょっとトイレとシャワーの間に仕切りがないのが気になりますが、全体的にかなり綺麗で清潔です。ここのホテルの売りが、ベランダにちょっと出てみますが、出てみるとですね、ここにプールがあって、目の前にそびえるライオンロック、本当に目の前にドカンとそびえ立っています。そしてなんとウェルカムドリンクまでいただきました。お腹すいた。そしてビール飲みたいので、ちょっとレストランを探したいと思います。この辺結構賑やかなレストランが多いです。なんか雰囲気が良かったこの店に入ってみたいと思います。メニューはスリランカものと、あと洋風のスナックとかもあるみたいです。ということで来ました。スリランカといえばライオンビア。ちょっと大瓶1本で来るのは予定外だったんですけども、来ちゃったものは仕方ない。ラベルがかっこいいよね。ライオンラが来ました。スリランカの料理のコットゥっていうものを頼んでみたんですけども、とんでもない量で来ました。食べられるかな。食べてみたいと思います。なんかちょっと水分がある。だからイメージはチーズドリアをもうちょっと和風じゃないや、アジア風の味に向けたようなイメージです。ネットの情報だと刻んだロティが入ってるって書いてあったんですけど、この辺なのかな。米とロティと具をごちゃ混ぜにしたチャーハンみたいな感じなんですかね。そうなると相当太りやすそうな食べ物ではあります。でも味は美味しいです。よくよく見たら米入ってないですね。ただ単に刻んだロティが具材と一緒に炒められてるっていう、そんな感じの料理です。お腹いっぱいです。さすがに食べきれなくてちょっと残しちゃいました。夜はこんな風にプールがライトアップされているみたいです。明日はシギリアロックに登りたいと思います。おはようございます。2日目の朝です。ということで朝食はこのプールサイドの横のレストランでいただきます。今スタッフの人と話をしたところ、麓までは歩いてここから20分ぐらいで行けるそうです。ただちょっと今日雨が降るかもしれないということで、それだけがちょっと心配です。ということで朝食が来ました。食パンと、これがスリランカのパンケーキだそうです。オムレツとジャム、バターとあとフルーツ、結構量多いです。なんといってもこのシギリアロックの目の前で食べれるすごい絶景の朝食となっています。外はふわふわで、中に甘いココナッツが入ったパンケーキ、美味しい。ということで朝食も食べ終えたので、これからシギリアロックに登りたいと思います。とりあえずここから麓まで歩いて20分くらいで、頂上までが麓から45分ぐらいかかるということなので、片道1時間ぐらいを想定して登りたいと思います。猿めっちゃいる。猿がめちゃくちゃいっぱいいる。何匹 ?1、2、3、4、多分5匹以上いる。喧嘩してる。怖っ。車が集まってるので、この辺が入り口かな。入り口から歩いて左側のここがチケットオフィスかと思ったんですが、
この向こう側に外国人用のチケットオフィスがあるみたいです。チケットオフィスはこのシギリアミュージアムの中にあるみたいです。ここがチケットオフィス。入場料は外国人1人35 US ドル。チケット買いました。チケットはこのようにペラペラの QR コード付きの紙が1枚出されます。Thank you。入り口にはまず白いハスの花と、ここにも猿。てか猿はどこにでもいますね。そしてここがシギリアを目の前に望む絶景ポイントです。ここからがいよいよシギリアロックの登りの開始地点です。こちらの洞穴には昔の先住民が描いた壁画が残ってるっぽいんですけども、どこなんだろう。上の方にちょこっと残ってるのが壁画みたいです。そしてこちらには主に注意の看板もあります。すごい自然にできた岩と岩の間をくぐって奥に進みます。目の前で見るとすごい迫力です。壁の真下に来ましたが、下からやっぱり上を見るとまだまだ上は遠そうです。ここからは壁の脇を壁伝いにどんどん上に上がっていく道になっています。まだ上まで登ってないんですが、ここからでも素晴らしい絶景です。ただ風が強いので帽子かぶってたら飛ばされそうです。こんな岩肌の脇によく登る道を作ったなっていう感じの道が上に続いてます。こちらの危なそうな道は帰り道に使われるようです。ここから頂上までの道はこんな感じ。道を見てるだけでもかなり感動もんです。いよいよ階段ゾーンに突入です。これ多分高所恐怖症の人はだいぶ怖いんじゃないかというふうに思います。あんなところにとんでもなくでかい蜂の巣が4つぐらいぶら下がってます。この怖さは伝わってるかな。動画越しで登ってる方は動画撮っててもかなり怖いです。この断崖絶壁感はアメリカのアーチーズ国立公園の道を思い出します。下を見ると階段の耐久性に疑問を持ちそうなので、あまり下を見ながら歩くのはおすすめしません。そしてついに上まで登ってきました。ここが正真正銘のシギリアロックの頂上です。この一段盛り上がっているところが正真正銘のシギリアロックの頂上付近みたいです。大きさは思ったより、広いのでそんなに上に立って怖さを感じることはありません。この頂上にも犬がいる。どうやってここまで登ってきたんだろう。頂上から見るシギリアの景色はこんな感じです。360度大パノラマです。ちなみに麓のチケットオフィスからこの頂上まで40分ぐらい片道かかって登ってくることができました。ここからの景色が一番いいと思うんですが、風が強すぎる。最後にもう一度頂上からの景色を堪能して下に降りたいと思います。恐怖の階段、上から見るとこんな感じ。この急な階段、上から見るとやっぱり恐怖心が煽られます。やっぱり上りルートの方が外側に向いているのでちょっと怖い気がします。帰りの方がまだリラックスして降りることができている気がします。で、行きに見たこの帰り専用の断崖絶壁ルートを歩いて帰ります。だいぶ下まで降りてきたんですが、やっぱり下り坂は膝にきます。結構プルプルしてます。ということで下まで降りてきました。下がお土産屋兼食べ物屋になっているのはバリ島によく似ていると思います。
帰りは行きより短くて30分ぐらいで下まで降りてくることができました。そしてこちらには日本レンタカーの中古バス。はい、でとりあえず1回ホテルに戻ってきて荷物を取りに帰ってきました。で今日はこれからまたダンブッラに向かわなきゃいけないので、とりあえず大通りまで出てバスかなんか拾えるなら拾いたいと思います。商店の人に聞いたらここを通るよということだったので、ここで待ちたいと思います。しかもこの椅子座っていいよというふうに椅子も貸してくれました。優しい。無事バスに乗れました。車内は爆音の新原ミュージックがノンストップでかかっています。ちなみに帰りは200ルピーで行けるそうです。ちょうど昼時でお腹空いたのでどこかでランチを食べたいと思います。こういうスナックみたいのを結構どこでも売ってますね。こっちは果物のスタンド、こんなジュースのスタンドもあります。 Google マップで高評価だったこちらのレストランでご飯を食べたいと思います。多分一つ一つ指定してお皿に取り分けてもらうタイプのレストランなんだと思います。ということで料理が来ました。基本的にはワンプレートでご飯の上におかずを盛り付けてくれるタイプのレストランで、これポークっていうふうに言われたので、これもこっちに入れてくれるのかなと思ったんですが、なぜかこれだけ別皿でいただきました。しかも結構量が多いです。いただきます。結構塩味が強い豆のカレー。こっちはじゃがいも。めっちゃ美味しい。ガーリッククリーム煮みたいなじゃがいもです。こっちのポークはなんかめちゃくちゃ辛いって言われたんですけど、どうかな。辛いけどしっかり味がついててご飯によく合う味。美味しい。舐めてたけどこのポークとチキンめちゃくちゃ辛いわ。後から舌に残る辛さが凄まじいです。いやカレー辛かったけど美味しかったです。あと隣に座ったスリランカ人のご家族が昔日本に行ったことがあるということで、結構そこで話が弾んでいろいろ教えてもらいました。ということで今日はこの後このままダンブッラで1泊します。そして今日はなんと5つ星ホテルに滞在することになります。無事ウーバーに乗れました。ホテルまでは片道15分から20分ぐらいで、料金は1400ルピーでした。ということでホテルに着きました。今日泊まるホテルはこちら、ヘリタンスカンダラマホテルです。ハロー。とりあえずこの素晴らしい眺望のカフェみたいなところに案内されました。このまま座ったままチェックインさせてくれるそうです。パスポートだけ預かっていただきました。そしてウェルカムドリンクをいただきました。しかも珍しくウェルカムドリンクも4種類ぐらいのジュースから1つを選ぶことができました。それにしてもこのカフェ、眺望が素晴らしいだけではなく、風が向こう側から吹き込んできて座っているだけでもかなりリラックスできます。一通りスタッフの方に部屋の説明をしていただいたんですけども、改めて説明します。部屋は全体的に見るとこんな感じ。こちら側にソファーも置いてあります。そしてここから外に出られるんですけども、ここに書いてある通り朝方は猿がここにたくさん集まってくるので、鍵を開けたままにしておくと猿が勝手に開けて中に入ってきちゃう。猿は開け方を知っているということで、必ず鍵を閉めることを守ってくださいというふうに言われました。
バルコニーから見た景色はこんな感じ。目の前に湖があって森に囲まれた素晴らしい眺望になっています。なんと外が見えるバスルームになってます。バスタブにはジャグジーもついてます。これはリラックスできそうです。水回りももちろん清潔ピカピカです。そしてバスルームの後ろにはトイレが位置しています。改めてこのホテルがどうして有名なのかということを説明しますと、スリランカ人の、有名な建築家でジェフェリー・バワという方がいらっしゃいまして、生涯で数々の有名な建築物を残されていったんですけども、その中で、最高傑作と言われているのがこのヘリタンス・カンダラマというホテルになります。ということでこの超巨大なホテルを少しだけ探検してみたいと思います。端から端まで1キロあるということなので全部紹介することは多分できないと思いますが、節々だけご紹介したいと思います。まずこちらがレセプションに続くロビー。このように外側が半分外になっていて、常に外からの風が中に入り込んでくるようなスタイルになってます。6階に上がってくるとこのように椅子がいっぱい置いてある待合室的なところがあります。そしてここからも外の湖が一望できます。こちらにはこのホテルの歴史的な経緯が説明されている展示物が置いてあります。どのくらいまで上があるのかなと思ったんですが、7階まであるようです。先ほどチェックインの時に待っていたカフェ的なスポットの向かいには湖を一望できる絶景スポットになっていて、さらにその奥にはインフィニティプールが備わっています。このように室内と半分外になっているようなスペースがところどころに点在していて、中を歩いてても常に外からの心地よい風が入ってくるような、そんなスタイルのホテルになっています。なんて贅沢なところで暮らしている猿なんでしょうか。猿がすぐ目の前に来てます。かわいい小猿だ。ということでビールを部屋に持ってきてもらいました。この絶景を見ながらここで一杯やりたいと思います。いや最高だ。この場所ダンブッラから湖を挟んでほぼ真反対側に位置しているので、車の音とかそういったものは一切聞こえません。聞こえるのは風の音や鳥の音だけです。朝食はこの6階の片隅にあるレストランでいただきます。大満足の朝食でした。洋風の食事だけじゃなくてスリランカ料理の種類も結構あって、でかつその場で作ってくれるタイプの食事の種類もいっぱいあったので、目で見て楽しむこともできる、そんな朝食のスタイルになってました。時間になったのでチェックアウトします。チェックアウトするのがちょっと名残惜しいですが仕方ないです。また次に機会があったらぜひ泊まりたいホテルです。